皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのぐっちです。今日はですね、必殺の巻き込みサーブをやっていきます。で、どんどん巻き込みサーブってやっぱもう年々進化してまして、で、今世界のトップ選手でも、もうすごい勢いで、分かりづらい巻き込みっていうのはどんどん開発されています。ぜひですね、皆さんも新しい巻き込みをどんどん入れてって、サービスエースを増やしていってください。まず手順の一つ目はですね、まず構え方なんですけども、巻き込みサーブの構え方で、今回思い切った構え方をしたなと思ったのが、こう普通に構えてる時に、ラケットをどこに置くかなんですけど、ここ、横面で、ラケットを横面で巻いた状態でお腹に密着、くっつける。もうブレードをお腹、こう、ポンポン。私ちょっとお腹出ちゃってますけど、最近。ここにお腹にブレードをピタッとくっつける。こういって構える。こういう巻き込みが少しずつ増えてきています。巻き込みに行きますよっていうのが分かるじゃないですか。巻き込みますとか、逆回転行きますっていうのが分かるんですけど、構えてる時打球面を隠すことによって、下回転とか横回転とか、ロングサーブとか、他のサーブにも思わせることができるという構え方になっています。なので、ここから出すと、何が来るか分からない、種類が分かりづらいっていうので、非常にナイス考えだなと思います。はい、なのでこうやって皆さん構えてください。密着させてください。ピタッとくっつける。はい。で、2つ目は頭のここ上のところに上げと縦面で上げるってことをやってください。こうですね。トスを上げる。こういう感じです。トスを上げる瞬間に立つんです。皆さんこの素振りしてください。密着させといて、フォア面を隠す。フォア面を隠しといて、見せさせないまま立つ上げて上げる。いきなり。縦面で上げる。はい、ここら辺ですね。こういうふうにしてください。逆横回転、巻き込みを用意出すんですけど、この時に2つの逆横回転の普通の逆横とジャイロの逆横を混ぜ込んでるんですよね。これがすごいうまいなと思っています。まず1つ目の切り方は、こうやって上に上げるじゃないですか。で、そのまま立てたままで上から振り下ろして、ボールの右側、私が見るボールの右側をこのままこうやってやって、こうやって立てたままでボールの右側をチョップする感じのやつですね。ボールの右、これはめっちゃ切れる。縦面で逆回転って一番やっぱ切れやすいですよね。強い回転も出せるし、速さも出せるっていうので、人気になっているサーブなんですけども、もう一つ逆横回転あるんですよ。ジャイロが入った。どういうことっていうことなんですけど、すごいうまいなと思ったら、とりあえず、面を隠して構えて、何回転来るかわからないように怖くさせといて、で、トス上げて一気にまた縦にして、で、当たる瞬間に、うまいなと思ったら縦にして、今度こっちなんですよ。横目。ヘッドを、こうちょっと懐かしいように感じるんですけど、昔の、こう横面であったじゃないですか。ラケットヘッドを横にしたタイプのボールの右側の方を掴んだ、昔ながらの巻き込みサーブ。こういうやつですね。このまま構えて、トス上げた時に上げて、で、そのインパクトの瞬間に、こっち、斜め、横。こうですね、横面ですね。横面で掴んで、しかもそれが、右じゃなくて、真右じゃなくて右下辺なんですよ。右下辺を掴む。横にして、で右下辺を掴んで、ボールの右下辺を逆回転。こういう風にすると、ちょっと下からすくい上げるような感じに自然と、こうなるので、少し、で、こうなるので、少しすくい上げるような感じなので、回転の軸がですね、ずれるんですよね。変わるんですよね。こうやってやっていて、で、いきなり縦でバサッとブチッと切って、超ブチ切れのやつも出してもらえばいいし、そのままそれで、こうですね、ちょっと横にするんですよ。横にして、バサッて右下を掴むと、そうすると、同じ逆横なんですけど、ちょっと回転の軸がずれた。ちょっと右下をすくい上げるような感じにちょっとなるので、同じ逆横なんですけど、瞬間的にジャイロ入るので、レシーブが逆横なのに落ちたりとか、浮いたりとかすごいしやすい。
で軌道も縦面のやつは結構勢いよく飛んでいくんですけど、ジャイロ横にするとちょっと軌道が不安定な軌道が出てくるんですよね。なのでその2つの逆横回転をひっそりと使ってたんですよね。なのでなんかトップ選手の最近のよく見てると縦だったりちょっと横だったりとかいうの、そういうの混ざってるのちょっとこう軌道を変化させた逆横を使ってるなっていう感じで、今縦と横混ぜ込んでるんですよね、瞬時に。なので相性のいいこうやって横で構えた方がやっぱこうやって横も出しやすいですし、こうやってやってそのまま縦でブツッとやってもいいですしっていう感じで、ここからは連携もめっちゃやりやすいです。はい。なので今この2つの軌道が使うから相手も待てないんですよね。ただの逆横に見えるんだけど結構ミスしたりしやすいのかなと思います。今上から下に行く勢いを使って体を震わせてます。ここです。頭をこうやってかがませたらサーブは違反になって隠しになっちゃうの違反なのでダメなんですけど、頭を隠すんじゃなくてこの上半身の肩ですね、両肩を出すときにこう揺らすんですよね。両肩を揺らすんです。こういうふうに最近のトップ選手出してます。なので肩を揺らすんで、ただこうピッてやっているのだと打球面が分かりやすいですよね。ある意味ここから出してるから何来るか分かんないから結構もうその時点で結構いい感じのサーブではあるんですけど、それにさらにっていう動き、こういう動きですね。これ大事です。こういう上から下に行く力の時に体がヨンとちょっとこう飛び跳ねるような感じですね。こうやって飛び跳ねるような感じを入れると、そうすると打球面が揺れるので見えなくなるんですよね。そこから見せたら多分分かりづらくなります。これを使ってトップ選手はここからこうやって体を揺らしながらで、しかも逆横回転とジャイロとか入れながらで上と下と分からないの、そしてぶち切りの下とかいろんなサーブ、そしてコースも素晴らしいっていう感じで出しているので非常に効くという感じですね。思い切って上側と下側を当てにいっていいです。ここは上手に超アップにして揺らす、わかんないですね。と下で今度下側に下側で下入れます。でってやるとわかんないですよね。実はですね、このサーブのさらにいいところですね、これバレずに強い下回転をこの中に入れることができるんですよね。こうやってやって何が来るかわからないようにしておいて、でこう下って感じですね。巻き込みに見えるかなと思います。横面で切れるんですよ、ありがたいけど。このサーブのやり方、縦で下回転を切ろうとしたら難しいじゃないですか。巻き込みでこう縦で下これで下ってやっぱ切りづらいですよね。でこれだったら横でこうやって切れるんですよ。皆さんのやってる横切りでヘッドをあっち向けた状態でラケットをこうほぼ台と水平よりちょっとこっちぐらいで面でいいんですけど、でそれで途中までこうやって全く一緒です。こうやってヘッド立てて頭の上を投げて最後に真下って入れるとびっくりします。相手は横面で出すことも巻き込みの中であるので、横面で出すのがやっぱ結構そのままやっぱ下にそのまま横面と下面下面めっちゃ近くないですか。横面のこの位置右下ですよね。ボールの右下を掴むこの位置と最後にこの時にヘッドをこう一気にピッて開いてちょっと開いてそのまま最後にちょっと上げる、気持ちを上げるだけでボールの下を掴んで下ができる。これがジャイロ横、これが下回転、これはジャイロ横、これは下回転。ほとんど変わらないですね。ちょっとだけ最後ちょっと違うぐらいですね。でも最初こうやって構えて何が来るかわからない。でこうやってビッと上げちゃうからで普通に逆横がある中だと思うと普通にこうパツンと逆横をかける中にジャイロ、そして下っていう感じで入ると非常に分かりづらいものになりますね。でさらに上下の方向も入れちゃう。
バック深く狙うときにっていう感じでボーンってボールの右側を掴んださっきの縦型の高速でブチ切れ、これ正統派です。このタイプですね。ちょっとすくった形の斜め横面にした状態で右下を掴んで速く出す。そうすると回転軸がちょっと変わったジャイロ系の高速ロングサーブが出せるんですよね。こういう高速巻き込みロングサーブとこういう高速巻き込みロングサーブですね。これ混ざると相手の伸び方が全然違うんで厄介だと思います。最後におすすめの実際使っているキックコースはバックサイドからフォア前に短く出す逆横回転のやつとバック深くにボーンって出すやつ、とあとちょっと真ん中でフォアミドルぐらいですね。ここからフォア前とここからバック深くとかですね、そういう感じですね。その2点に揺さぶるのは効くのかなと。っていうので非常に分かりづらい、巻き込みサーブだったのかなと思います。ぜひですね、今こういう感じで進化してるんでもう取り入れるところもう全部真似するっていうのはなかなか難しいかもしれませんので、今の中で自分がこれならいけそうとか、この面の掛け分けとか、この構え方とか、このコース取りだったとか、そういうところ、あとは下回転の巻き込みの振り方で下回転の強く出す簡単なやり方とか、そういうところのポイントでも真似するところはあったのかなと思います。ありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し役立つものをお伝えさせてもらっています。ありがとうございました。